それは地中海沿岸のメガフロートテラグリジアで発生した。2004年のことだ。無人飛行機から降り注いだ T アビスウイルスの雨と生物兵器の市街地投入により、テロリストは海上のユートピアをこの世の地獄へと創造し直した。犯行声明を出した組織はダンテ・アリギエーリの新曲に現れる偉大なるグレイハウンドになぞらえ、自らをベルトロと名乗った。国際的には無名のテロリストがいかにしてバイオ兵器を入手するに至ったのか、その経緯は今もって不明だ。この当時ベルトロについて我々には学生運動が先鋭化したゲリラグループ程度の知識しかなかったのだ。声明文によれば開発反対を訴えてのテロ行為であるとされたが、果たしてそれは真実だったのだろうか。我々にもはや知る術はない。世界の価値観を変貌させたこの未曾有のバイオテロはマスメディアによりテラグリジアパニックと銘打たれ報道された。テラグリジアの名は悲しみとともに人々の心に永遠に刻まれたのだ。あれから1年、 BSAA に信憑性の高い機関からある情報がリークされた。それは近日起こりうるテロ計画の存在を信じるに足る内容だった。そしてそこにはベルトロの関与を疑う余地があるという、ありえない話だ。公式発表では潜伏先を特定した FBC の掃討作戦により主たるベルトロメンバー全員の死亡が確認されたとされているからだ。だが実のところ唯一例外が存在する。実質的指導者と目されるジャック・ノーマン。この男の死体は今をもって確認に至っていないとの話があるのだ。この件は決して公にされていない情報だ。圧倒的なカリスマによりベルトロを統率していたと言われるジャック・ノーマン。犯行声明時に彼が残した映像は偉大なる殉教者として一部のマニアの間で神格化され、今も動画共有サイトなどで配信されることすらある。いずれにせよ我々は即座に行動を開始する必要がある。情報の真偽は我々の手で突き止めればよい。悲劇を二度繰り返すわけにはいかないのだ。エージェント面談記録。対象者ジェシカ・シェラワット。製薬企業連盟特別監査官により録音。今回のミッションに関わるエージェントについて教えてほしいの。主観的になって構わない？ええ、感じたままでいいわ。クリス・レッドフィールド、BSAA 設立時メンバーであるオリジナル11の一人。卓越した射撃能力と近接戦闘格闘術。アメリカ空軍に在籍していたこともあり、航空機の操縦技術も持ち合わせている。彼とチームを組んだことは？ないわ。このミッションが初めてよ。でも敵役だと思いません？彼の背中を私が守り、私の背中を彼が守る。ジェシカ、無事か？ええ、クリス、問題ないわ。まるでハリウッド映画のワンシーン。次は彼の経歴について聞かせて。了解。クリスのバイオ兵器との戦いは1998年アンブレラ・アークレイ研究所で起こった T ウイルスの漏洩事件、通称洋館事件に始まる。ラクーン市警察のスターズ時代ね。連盟が重要視した彼の経歴の一つよ。彼は現実のヒーロー。マントとマスクはしてないけど、歴戦に次ぐ歴戦の末も彼は必ず生き残った。そしてその度に戦果を上げ、ついにアンブレラを壊滅させた。その経歴は BSAA 内でもトップクラス。製薬企業連盟の一員として彼には感謝しているわ。
彼がアンブレラを追い詰めなかったら我々の問題はさらに大きくなっていた。だからこそ連盟は BSAA を組織し、そのメンバーにクリスを招聘したと。そうね、私たちにはバイオテルに対することのできる組織が必要だった。技術を有する者の責任としてね。ジル・バレンタイン。彼女もオリジナル11の一人であり、クリス同様スターズ出身。重火器の扱いに長け、実戦もそつなくこなし、キーピックで簡単な鍵ならこじ開けることもできる。そうそう、爆発物処理のスキルも持っていると聞きました。正直ジルの優等生っぽいところはちょっと苦手。でも彼女のスキルは尊敬に値すると思っています。仕事は友達付き合いとは違うから、それで問題ないでしょ。いいわ、成果を上げてくれれば我々として問題は何もない。ジル・バレンタインはラクーンシティ壊滅事件の数少ない生存者の一人なんでしょ。ええ、洋館事件後彼女はラクーンシティに残り独自調査を続けた。ラクーンシティ全体がバイオハザードに見舞われたのはその2ヶ月後よ。もっとも公式発表からは T ウイルスのことはきれいに抹消されていましたが、あの当時バイオ兵器の存在が公になることは誰にとっても都合が悪かったのよ。誰にとっても。もちろんそれは政府にも適用される。滅菌作戦と称して政府が発射したミサイルが街を消滅させたのは彼女がラクーンシティを脱出した直後。彼女きっとあの光景を一生忘れることはできないと思う。あなたも同じ経験をしたから。そうね。でも私はあの時無力感しか感じることができなかったわ。パーカー・ルチアーニ、 FBC 上がりのエージェントよ。じゃああなたと同じね。彼は FBC からの同僚だから、良くも悪くもって意味でよく知ってる。彼は頑固で融通きかなくて、不適切な表現でごめんなさい。はっきり言っちゃえばクソ武器よ。なるほど。それで彼はなぜ BSAA に？パーカーが BSAA に移籍したのは1年前。きっかけはもうお分かりとは思いますが、テラグリジアパニックが原因よ。現場で下されたあの決定が FBC のメンツを守るためでもあった事実を否定できず、彼は悩んでいた。酒を浴び自分を失わせてやり過ごそうとしていた時期もあった。でも彼がたどり着いた結論は、より人々を守るための戦いをするため BSAA に移籍することだったの。確かにクソ不器用ね。そこが可愛いところでもあるんですけど、本当に。キース・ラムレイとクエント・ケッチャム、この2人は一緒の方が説明しやすいわ。問題ないわ、ワンセットで。インドアとアウトドア、思考派と行動派、慎重派と大胆派。彼らを理解するにはおよそ思いつく限りの正反対の対義語を並べてみてください。情報分析を専門とし機械オタクのクエントと、特殊傭兵部隊での戦歴を持ち実戦で鍛えたキース。2人はいつも意見が合わず口喧嘩しているように見えるけど、彼らが実力を最も発揮するのは2人を組ませた時。互いの欠点を自然と補うと理想的なチームね。BSAA 代表のクライブ・アール・オブライエン。今回の作戦指揮は彼が直接取っているわ。だからみんなちょっとピリピリしてる。珍しいわね。今まで彼が表立って指揮を取るなんてほとんどなかったはず。彼は自分が目立つことを好まないの。右手の行いは左手に知らせるな。オブライエンの口癖よ。マタイ伝6章3節ね。栄光を求める動機はそれ自体不純である。それだけじゃない。賢者は沈黙を貫く。ひょうひょうとした態度で交わし、手の内は明かさない。服装もラフでいつもだらしない感じだけど、
実はああ見えて老快なのよ。でなければ BSAA を率いることは難しいわ。確か彼はテラグリジアパニック時に BSAA で唯一現地派遣されていたはずね。解決方法をめぐって FBC 側と確執があったとも聞いてるけど。どうでしょうね。少なくとも現場の指揮権はあくまで FBC 側にあった。オブザーバーとしてのオブラインへの意見はほぼ無視されていたと言っていいわ。 FBC についても話してくれる？ええ。合衆国の対バイオテロ部隊であるフェデラル・バイオテロリズム・コミッション、通称 FBC の長官モルガン・ランズディール。初代長官にして現在に至るまで唯一の長官よ。つまり FBC における彼の権力は絶対的。独裁的とも言えるわ。 FBC ではどんな些細な事象もモルガンを通さなければ動くことすらできない。逆に彼しか知らない事実も山ほどあるでしょうけど。でも結果から言えば今や FBC は世界最大の対バイオテロ組織。バイオテロの脅威を知った世論を味方につけ、大幅な組織強化を議会に承認させた。それもモルガン・ランズディールという強固な意志があってこそ成し得たとも言えるわ。FBC 所属エージェントのレイモンド・ベスター。私とパーカーが FBC にいた頃はまだ新人で可愛い後輩って感じだったわ。今も時々噂は聞くけど。あまりいい話は聞かないわね。強引な捜査、現地警察に対しても排他的で非協力的。 BSAA の活動を妨害したことも一度や二度じゃないと聞いてる。そうみたいね。こっちに移籍してから彼とは連絡取っていないの。だからそれ以上のことは私もわからないわ。ありがとう。あなたの見解は興味深いわ。あなた自身のことを理解する上でも非常に参考になった。どういたしまして。ご褒美はそうね、こないだ出した休暇申請の受理でお願い。いいわ。ホームワークの提出が条件よ。わお、ここってハイスクールだったのね。じゃあ交渉成立。素晴らしい報告を期待して。さてと、世の中にはろくでもないことが莫大な利益を生み出すことがある。人間の本質がろくでもないからかもしれないけど、ウイルス兵器もその一つだ。 T ウイルス。この名前に聞き覚えのある人も多いだろう。巨大製薬企業であったアンブレラ社が開発したこのウイルス兵器は業界ではそれほどまでに有名だ。 T ウイルスには感染した生体の遺伝子を組み換える得意な性質がある。その最たる例が通称ゾンビと呼ばれる人体への感染現象だ。この悪夢のウイルスが開発された真の目的は T ウイルスの力で遺伝子操作を施した BOW と呼ばれる生物兵器の製造とそれによる軍需産業の独占支配にある。ハンター、ネメシス、タイラント、これまでにも数々の BOW が開発されてきた。研究者たちの飽くなき向上心は、この言葉が適切かどうかはさておき、とどまることを知らない。アンブレラ社がすでに崩壊した今日も世界のどこかでウイルス兵器の研究と開発は進められているはずだ。そして T ウイルスの改良型と呼ぶにふさわしいウイルス兵器が誕生した。それがテラグリジアパニックで使用された T アビスである。 T アビスは深海探査で発見された新種のウイルスジアビスと
T ウイルスを遺伝子交配させた新型ウイルス兵器だ。 T アビスは現段階でまだ謎の多いウイルスである。私はその貴重な感染ケースに関するデータを入手する機会に恵まれた。ウーズ T アビス感染者はこう呼ばれる。滴るものの意味を込めて命名した研究員の感性には同意するわ。彼らの風貌はまるでふやけた水死体よ。ウーズの特異性は何より神出鬼没であること。彼らは身体の軟体性を駆使してさまざまな隙間や空間から移動し獲物を追い詰める。その行動パターンは予測不能だ。ウーズの行動原理は水分の枯渇に起因する本能的欲求にある。体内の T アビスが増殖の際過剰に体液を消費するためと想定される。肉を食らうのではなく獲物の血を体液をむさぼりすするところが T ウイルス感染者のゾンビと大きく異なる点として挙げられる。このキルのような口内の器官が吸血のために進化した舌よ。獲物を捕獲するとウーズはこの舌を食いつかせて体液を吸引する。舌の先端表層には数百もの細かな牙があり一つ一つが別個に稼働。この無数の牙で獲物の皮膚を切り裂き獲物の血液を体液を食らい尽くすのだ。これはスキャグデッドと呼ばれる感染者の突然変異種だ。このケースは通常より強いウイルス耐性を有する個体で発現する。ウイルスが通常より長時間かけて侵食した結果特殊な変異を遂げると考えられている。その割合はおよそ1000人に1人。ほんとラッキーにも程がある。残念ながらいえ幸運にもかしら。彼の意識はない。回路をつなぎ損ねた機械人形のように意味をなさぬ言葉を繰り返しつぶやき続けるだけだ。耐久力は極めて高いレベルと言える。肥大化した体表面が活動に必要な重要臓器の損傷を最小限に抑える効果をもたらしているんだ。感染者の突然変異種のデータその2。シークリーパーは文字通り水生のクリーチャーである。水中は彼女の独壇場だ。そう、イブと呼ばれるシークリーパーへの変異は XX 型染色体保有の女性感染者の一部にのみ発現する。水中を忍び寄ったシークリーパーはウイルスの影響で増殖した6本の腕で獲物を捕獲し体全体で接触する。彼女の抱擁から逃れる術は皆無。水中に潜むシークリーパーの存在を見分けることは難しい。だがバイオスキャナを駆使すればその存在を探ることができるかもしれない。以上が私が得られた T アビスウイルスのデータよ。入手できたのはあくまで感染ケースについてのみであり兵器開発された BOW についての存在の確認には至らなかった。だがこれまでの経緯からして生物兵器の研究開発がすでに進められていたであろうことは想像に難くない。海洋生物の遺伝子影響を色濃く反映した新型 BOW との遭遇は我々にとっても未知のものとなるだろう。現在のところ T アビスの実践データは皆無に等しい。手に入れられたならば研究は飛躍的進歩を遂げるはずだ。ジェシカ・シェラワット。ええ、どうかしら。素晴らしい報告かはわからないけど後で送るわ。ごめんなさい、そろそろ待ち合わせの時間。少しは休暇を楽しませて。
ええ、それじゃ。バイオ兵器に利用価値を見出す人々がいる限り、私たちの仕事に終わりはない。今日の休暇は終わり、また新たな任務が始まる。そう、明日にでも。